今朝ですね GoPro のホームページの方を確認いたしましたところ、ミッション1シリーズの予約販売の方が開始されたんですよね。ミッション1シリーズは3種類出てるんですけれども、全部10万円以上するんですね。従来のヒーロー13の大きさよりもさらに大きくなっているように見える気がするんですけども、はい、皆様こんにちは。本日は GoPro ヒーロー10ブラックを使いまして自転車の走行動画の方を撮っていきたいと思います。今回のお話はですね大丈夫でしょうか。風切り音、自分の声聞こえてますでしょうか。一応ですね、口元近くにマイクの方は持ってきているんですけれども、ちょっと不安ですね、音声の方。さて本日のお話になるんですけれども、まずですね、今日は5月の13日になるんですけれども、今朝ですね GoPro のホームページの方を確認いたしましたところ、何やらですねミッション1シリーズの予約販売の方が開始されたんですよね。そしてそのお値段なんですけれども、予想はしておりましたが、10万円以上するんですよね。ミッション1シリーズは3種類出てるんですけれども、全部10万円以上するんですね。お高いとは思っていましたが、まさか10万を超えてくるとは。もうアクションカメラの値段ではないですよね。それもそのはずですね。アクションカメラの枠を飛び越えまして、シネマティックカメラというような名称の方をつけておりますので、GoPro ヒーローシリーズの発売ではなく、ミッション1シリーズという新たなライン分けをしたのがですね、お値段がですね、今までの GoPro シリーズよりもはるかに高くなってしまっていますからね。倍ぐらいではないでしょうかね。ちなみにお値段なんですけれども、ミッション1が10万と5400円、ミッション1プロですけれども、12万2600円、そして最後ミッション1プロ ILS ですね。こちらの方も12万2600円と、お高くなってますよね。正直ですね、私のような貧乏人は購入できません。ヒーローシリーズも出してくれないでしょうかね。ちなみにお値段はですね、サブスクの方に入っていますと100ドル割引されるそうなんですよね。そうすると日本円にいたしますとだいたい1万6000円ぐらいでしょうかね。それにしたってお高いですけど、果たしてそのお値段で本当に売れるんでしょうかね。ミッション1の大きな目玉といたしましては、ミッション1プロの方で 8K60 フレーム撮影が可能ということですから、その他にもですね、ミッション1プロ ILS もですね、マイクロフォーサーズのレンズの方が使えますので、そういう点ではですね、映像クリエイターのお方なんかは心くすぐられる機種になるかもしれないですね。そしてですね、GoPro ヒーローシリーズの方は今まで熱停止ですとか、あとフリーズに悩まされておりましたけれども、この点が
解消されているのかというところが非常に気になりますよね。ミッション1の撮影中の熱に対する件に関してなんですけれども、ですね、公式ホームページのよくある質問というところにですね、なんとそういった質問の方が記載されていたんですね。その回答によりますと、 GoPro 史上最長の録画時間ですとか、あと熱対策が素晴らしいというようなアンサーになっていたんですけれども、撮影はですね 1080p30 フレームで最大5時間、 4K30 フレームで3時間以上、 8K30 フレームで最大 1.5 時間以上となっているとのことでしたから、これはですね、連続撮影時間という記載がありましたので、もしそれが本当であれば GoPro ヒーローシリーズからミッション1シリーズに変更すると、アップグレードするというようなことはですね、連続で撮影できると、それだけ長い時間できるということですから、メリットは大きいですよね。もし仮に GoPro の言う通り熱停止しなければなんですけれども、センサーサイズが大きくなったことによりまして、画質の向上ですとか、あとは夜間撮影の性能ですとかというのは良くなるのではないかなと思いますけれども、もし本当にですね、そういうような状況になればミッション1シリーズというのも売れるのかな。値段の方がちょっとお高いですけれども、ただ GoPro 信者というお方はですね、今も存在いたしますので、そういう点ではですね、購入する方というのは少なくはないかなと思うんですよね。私は GoPro 信者ではありませんけれども、ただ GoPro が撮ってくれる映像というのがですね、嫌いじゃないんですよね。結構好きなんですよね。それでですね、センサーサイズの方が大きくなりまして、画質の方が向上しているようであればですね、購入される方もいるのではないかと。手ブレ補正がやっぱり効きますからね。私が所有しているですね GoPro はヒーロー6とヒーロー10になりますけれども、ヒーロー7は壊れてしまって電源が入らなくなってしまったんですけれども、壊れてしまったのでもう保証も効きませんし、この際ですね、分解してみようかなと。あわよくば治ればラッキーかなと思うんですけれども、現在はですねヒーロー6で撮影の方をしておりますけれども、どうでしょうかね、映像の手ブレ補正にですね少し手を加えておりますけれども、なかなかにですね安定した手ブレ補正映像になっているんじゃないでしょうかね。こういう映像が撮れるのであれば悪くないなというふうには思うんですけれども、ただ不満点としてはですね、やはりセンサーサイズが小さいということもありますので、夜間ですとか夕方過ぎになりますと一気にノイズの方が増えますね。今後ですねミッションシリーズの方がずっと発売されていくといたしますと、何年か経つと値段の方は落ち着いてくるとは思うんですけれどもただまた新しい機能搭載したりですとか SoC のアップグレードされたりですとかいたしますと、
ちょっと値段の方も下がりづらいかなと思いますしね。そうするといつまで経っても私はミッションシリーズを買えないと。それならあれなのかな、もしかしたら最終モデルになるかもしれないヒーロー13を今のうちに購入しておいた方がいいのかな。まだ GoPro Hero 6もしくは10がですね、壊れるまでですね使っていこうかなというふうには思っておりますけれども、ですが何の前触れもなくですねヒーロー7の方が壊れてしまったということがありましたので、不安といえば不安ですね。映像として見てみたいのはミッション1 Pro ILS にマイクロフォーサーズのレンズをつけた時の映像というのは見てみたいんですけれどもね、一眼ミラーレスですとか一眼レフカメラと同じようにですね、前後のボケを生かしたような映像というのが撮れると思いますので、ただしピントなどに関してはですね全てマニュアルになると思うんですよね。当然ですね GoPro にマイクロフォーサーズのレンズのオートフォーカス機能というのは搭載されていないと思いますから、そうするとですね全てズームもピント合わせもマニュアルということになると思うんですよね。そういうレンズを使った時にですね GoPro でどんな絵が撮れるのかと、意外と一眼ミラーレスとかというような感じの映像が撮れるのであればですね、手ブレ補正が強力ですからね、旅に持っていくカメラとして面白そうですよね。あとはミッション1 Pro もしくはミッション1がですね普通のアクションカメラとして使った時にどういう映像が撮れるのかというのも気になりますし、ただですね大きさってどうなんでしょうね。従来のヒーロー13の大きさよりもさらに大きくなっているように見える気がするんですけども、一回りなのか一回り半なのか、もうほとんどですねコンパクトデジカメクラスの大きさなのではないかなと、そんな気がしなくもないですが、実際のところはどうなんでしょうね。気になるところではありますけれども、私自身はですね購入するわけではないんですけれども、楽しみですね。というわけで本日はこの辺で動画を終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。